ちもちずんだもんなのだ。パチパチパチ。今回は ACVD の武器腕について解説するのだ。どうぞよしなに。武器腕はその名の通り武器と腕が一体化したパーツなのだ。武器腕ってカテゴリー自体は初代からあって ACV で消滅したと思ったらかっこいい変形機構を携えて帰ってきたのだ。複雑なギミックや見た目の異形さとかの素敵性能は VD の中でも屈指のもの。強そう。多分これが人と戦うための形ってやつなのだ。性能面はかなり癖が強くて通常のワングより耐久性が低い。防御力4って過去作の防御力0に比べれば大きな進歩なのだ。果たしてそうだろうか。あとは肩に何も積めない。攻撃属性が単一になるから盾に弱い。ミサイル腕だとシスに対して無力、弾数が少ないなどなど結構扱いづらいパーツなのだ。本来構えが必要な効果力の武器を構えなしで動き回りながら撃てるのが強み。逆に言えばそもそも構えがないタンクとは相性が悪いのだ。構え武器のハンガーシフトができて面白そうだけど面白そうなだけだったのだ。でも武器腕タンクにはロマンがあるから。やっぱりタンクは火力と走行マシマシが正義なのだ。強み弱みがはっきりしていてコンセプト通り強力だけど扱いづらいパーツになっているのだ。ここからは各パーツの紹介をするのだ。まずはブレード腕のベンデッタ。 ACLR 以来のブレード腕なのだ。変形プラス両手ブレードというロマンあふれる武器。コア側の折りたたまれた腕がハイブのブレードと連結して展開するのだ。かっこいい。先端の方に刃がついてて剣というよりは斧って感じの見た目。刃の部分だけ光沢があってピカピカ。こだわりを感じるのだ。展開時に刃を研ぐ機能がついてるらしいけどどのタイミングで研いでるのかはよくわかんないのだ。通常のハンガーより格納した武器が後ろに突き出るようになるから前後方向に厚みが出てかっこいいのだ。攻撃モーションは左右の毛さ切りの後に振り下ろし全てヒットさせるのは至難の業なのだ。見た目のいいパーツは微妙な性能なものが多いことに加えて過去作のブレード腕の性能が散々だったから発売前はネタ武器枠として有望視されていたけど蓋を開けてみると広いブレードレンジで効果力を叩き込める扱いやすいパーツだったのだ。広すぎて修正されたのだ。初期レギュだと真空波飛んでるんじゃないかってくらいの範囲なのだ。ブレードレンジが小さくなった最終レギュでも近接武器としては何くらいの強さなのだ。村雲を使えばいい。それ以上いけない。ヒートキャノン腕インファイトタンク御用達武器の腕武器版なのだ。某ロゴアニメの武器をイメージしてるらしい。何ベスバーかはわからない。強力すぎそうな武器なのだ。変形はシンプルでハイブのヒートキャノンが下から回転して構えるようになってるのだ。格納と展開どっちもかっこいいけど特に格納時のシルエットが好き。やっぱ AC に長物しょわせると映えるのだ。つまりジノービーが最強ということ。ダブルダイブレは時代を先取りしすぎだったのだ。性能面では武器腕の中では癖がなく優秀。命中特化すれば強化版バトルライフルみたいな使い心地で威力特化したら硬直も狙える一粒で二度おいしい武器なのだ。タンクや12に乗っている時にグラブで張り付かれたらと思うと使ってる方は楽しいのだ。人の心がない。ヒートショット腕 CE 属性ショットガンでなぜか腕武器にしか存在しない唯一無二のカテゴリーなのだ。変形はかなり複雑。まずはワングが上がって砲身が上側シリンダーが下側からそれぞれ同軸状に並べられた後シリンダーが回転しながら砲身と接続されて最後にラッシャンなのだ。低耐久とは思えないいかつい外見してる。いかついのは外見だけじゃないのだ。エフェクトと SE から来るやつ感は VD 最強クラス。とても弾がばらけるし一発一発は一増し程度の威力なので見た目ほどダメージは出ないのだ。実際に使ってみるのだ。対応型兵器用に開発されただけのことはあって変なのと果実兵器に有効。いろいろとマイルドなヒートハウザーみたいなポジションなのだ。弾数さえ多ければ特質変なのやスカベンジャーズで楽しく使えたと思う。武器腕ゆえの定めなのだ。人増しの火力じゃ物足りない人や視覚と聴覚で相手を威嚇したい人におすすめなのだ。ドン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 。距離さえ詰められれば軽量機に対して強いのだ。よりによってコルネリス・アーチボルト。うまくヒットすると AP が1万くらい吹っ飛んで爽快。近接軽量機に対してカウンターで使うのも楽しそうなのだ。次はパルスキャノン腕と呼んでいいのか怪しい見た目してるのだ。追加ブースターって言われても信じてしまう。白黒グリントのブースターみたい。砲身が起き上がって戦場に展開。
同時に背面にあったセンサーが斜め下方向に広がって X のようなシルエットになるのだ。イーロン・マスクとか好きそう。武器腕化しても対敵域への火力は健在でマッハで蜂の巣にしてやれるのだ。キラキラキラーって眩しすぎる。自身もパルスの明滅で視覚的なダメージを受ける諸刃の剣なのだ。あとトリガー引きっぱなしだと8秒で弾切れするのだ。使用した後もパージなんかできないのでおしゃれな高負荷低耐久スタビライザーと化すのだ。天使砲よりたちが悪い。レーザーキャノン腕、左右非対称なデザインがかっこいいのだ。見どころは個別に動くヒートシンクと回転して接続するシリンダー。発売前の生放送ではシリンダーが回転せずにつながるようになっていたけど回った方がいいんじゃないって一言から回転して接続する機構になったのだ。怖っ。熱意と行動力の結晶なのだ。個人的な一押しポイントは方針の保護カバーの開閉。パッと見たところ干渉しそうなんだけどぴったり収まるのがグッとくるのだ。デザインとアニメーションの調整を繰り返したんだとか。レザキャといえば長距離からの狙撃。こちらの機体は狙撃特化型なのだ。レーザーキャノンにしては火力低いような。初期レギュだからかなり悲惨な性能なのだ。レーザーライフルの中沢と大差ないくらい。それなのに片手打ちしかできないし武器腕特有のデメリットもあって産業廃棄物。最新の調整を幾重にも重ね手増しにはなったけど最終レギュ返して AS ミサイル腕。どう見てもピザの出前なのだ。デリバリーボーイの名は君にこそふさわしいのだ。実際カーラさんが見たら興奮しそう。武器腕全般に言えることだけど見た目から変形までコーラルでも決めてないと出てこない発想なのだ。変形は後ろにあるミサイルコンテナが前に来てバックアンなのだ。戦闘では熱々の AS ミサイル16発をお届け。弾が後ろに飛んでいくのがなんか新鮮。ロックしてなくても近くにいる敵を自動追尾してくれるので張り付いてくる停止域を雑に追い払えるのだ。そして一番迎撃性能の高いシュースでさえすり抜ける圧倒的弾幕。4機とも AS ミサイル腕で進行すればシュス機の尊厳破壊できそう。64発のミサイルがやばい。弾幕薄くなかったですか？なんて言わせないのだ。ミドルミサイル腕、羽が生えているような外見が特徴なのだ。展開前の状態でもミサイル撃てそう。 ACV から受け継がれたあった方がかっこいいじゃんの精神なのだ。変形はミサイルポッドが垂直に立ち上がって展開。 AS ミサイル腕もそうだったけど発射口が順々に開くのかわいい。あざといパーツなのだ。最大8発を同時発射可能。ヒットアンドアウェイでアウトレンジから一方的に殴れるのだ。さすがずんだもん汚い。卑怯とはうまいのなのだ。ただしシュースには親の敵のように追いかけられることに。当然。まあ場所を選べば強いっていう武器腕らしい武器腕なのだ。最後にスナイパーキャノン腕、本作のパッケージを飾っているパーツなのだ。背中の方針が立ち上がって肩を貫通。反対側の肩からひょっこり出てくるカメラがチャームポイントなのだ。武器腕の中で唯一立体化されていて差し替えなしで変形可能な変態仕様。武器腕部分だけじゃなく縦、腕部、肩のカメラももちろん稼働するのだ。それでいてナイトフォールに負けないサイズ。サイズ感がバグる。いろいろ優遇されてるけど性能面は問題児。スナイパーキャノンといえば構え状態で照準器を覗き込んで精密射撃が可能な武器だけど腕武器には構えがないので勘で当てるしかないのだ。何これ。フロムが何を考えてこれを作ったのかわからない。タンクに砂キャを積んで構えなしで砂タンクって癖も存在してたけど真人間には手に余る代物なのだ。たまに勢力戦で使ってくる怖い人がいて怖い。ヒロに FCS 埋め込まないと。そういう意味ではユーナックならうまく扱えるのかな。何にせよ重量型だったりハンドレールガンを持ってた過去の看板機体と比べても扱いづらい機体なのだ。今回はここまで。 AC6 でもハンガー機能があるしアプデか続編で変形機構のある武器腕が出てくるかもしれないのだ。出てきてほしいのだ。では皆さん楽しい傭兵ライフを。バイバイ。おまけコーナー。一部のパーツは腕武器使用時に干渉しないように変形するのだ。方針が上を向くオトキャ。火力の化身みたいな見た目してるけどハンガーのオトキャは当てないのだ。背部武器も同時打ちできる6ならトリガーハッピーになれたのに。素敵だと思う。あとはブレード。月光はそこがスライドするんだ。もちろん通常腕の時は動かないのだ。ここまで作り込んであるのに扱いづらいパーツなのはちょっともったいないのだ。素敵性能と実践性能の両立が難しい。強い AC、弱い AC、
そんなの人の勝手。本当に強いレイブンなら好きな AC で勝てるように頑張るべき。どこかで聞いたことがあるようなセリフ。でも気づけば肩幅が広がって手に重傷を握っているのだ。今度こそおしまい。ここからは淡々と変形のみをお届けするのだ。おしまい。